皆さんこんにちは。イラスト役の愛です。まずは、この動画の構成についてご紹介します。はじめに、これまでのあらすじを挙げています。次に、イラスト役本編。原文の後に、現代語訳とイラスト訳が流れます。イメージを沸かせながら、古文速読の目線を鍛えましょう。さらに、本日の重要古語。また、文法や知識についても解説しています。では、早速行ってみましょう。今回も、第4条、夕顔の巻からのイラスト訳です。桐壺亭の王子として生まれた、光源氏。進化に降格した後、様々な女性と関係を持っています。今回は光源氏17歳、夕顔の屋敷に興味を持ち、自分の素性を隠して、彼女のもとに通い始めます。この女は、当中上の元恋人ではないかと思いつつ、彼女への執着がどんどん増しているのでした。では、この後の展開、行ってみましょう。明け方も、地高、鳴りにけり。鳥の声などは聞こえで。御嶽掃除にやあらん。ただ、沖なびたる声にぬかづくぞ、聞こゆる。立ち居の気配、耐え難げに行う。意と哀れに、明日の梅雨に異ならぬよう。何を貪る身の祈りにか、と聞きたもう。南無到来同士とぞ、拝むなる。彼、聞きたまえ。この世とのみは思わざりけり。と哀れがりたまいて。乳母足が行う道を知るべにて。今夜も深きちぎり多忙な。長生殿の古き試しはゆゆしくて。翼を川さんとは引き換えて二六の世を兼ねたもう。行く先の恩頼め、意とこじたし。先の世のちぎり、知らるる、身のうさに。行く末、かねて頼みがたさよ。かようの筋なども、猿は心もとな、かんめり。お楽しみいただけましたか？単語や文法は頭に入りましたでしょうか？今回の重要古語はこちらです。また、文法事項はこちらです。
光源氏は夕顔とのひとときに離れがたく思っています。御嶽掃除の度胸や来世を願う言行の音が聞こえ、源氏はしみじみとこの世の儚さを思い、夕顔に来世を誓う和歌を読みかけます。それに対して夕顔は男の約束など当てにできないという総文家特有の変化で返しますが、作者紫式部はこの儚げな和歌がこの後の展開の伏線であることを示唆しています。さて、今回は梅雨についてです。梅雨とは空気中の水蒸気が日中と朝夜との気温差により葉っぱなどに水滴となってついたもののことです。この梅雨は日光が出て暖かくなったらすぐに消えてしまうので、古文の中では儚く消えやすいものの象徴としてよく使われます。今回は明日の梅雨に異ならぬよと明らかに比喩表現で出てきましたね。朝の梅雨に違わないこの夜ってどんな夜なのでしょうか。まさに朝、今にも消えてしまいそうな儚い梅雨の様子を人生に見立てているのですね。さあ今回も第4条夕顔からのイラスト役でした。第1条桐壺からここまでの再生リストは説明欄のリンクに貼ってあります。よかったら日々の受験勉強のサポートにお使いください。最後までご覧いただきありがとうございました。何かお気づきのことがあればコメントいただけたら嬉しいです。それではまた。